春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、ワールドパーティション内のシステムで、アクターを整理するために使われるデータレイヤーを見てみようと思います。また、サブレベル方式と同じような、レベルストリーミングをデータレイヤーを使ってやってみます。データレイヤーを使ってレベルストリーミングやってみた。レベル管理、その6。早速やってみましょう。1、データレイヤーって、データレイヤーは、大規模なマップを構築する際に使用するワールドパーティション内のシステムで、アクターを整理するために使われます。データレイヤーにはアクターをいくつでも格納でき、データレイヤーを親子構造にすることもできます。また、データレイヤーは、エディタ内でアクターを管理する方法として使用されるだけでなく、実行中に使用して、アクターのロード、アンロードができます。ワールドパーティション内のシステムであることから、データレイヤーを使用するには、ワールドパーティションを有効にする必要があります。1-1、ワールドパーティションマップの作成。基本レベルを使ってワールドパーティションマップを作成します。ファイル、新規レベル、基本レベルを作成します。ファイル、現行レベルを保存。名前をマスターレベルにします。作業フォルダに保存します。アウトライナーを整理します。ライティングフォルダ名をマスターレベルにします。プレイヤースタートをマスターレベルフォルダに入れます。今回は、フロアは削除します。ポストプロセスボリュームを配置します。アウトライナーでマスターレベルフォルダに入れます。詳細パネルでポストプロセスボリュームを調整します。ツール、レベルを変換でマスターレベルマップを選択して、ワールドパーティションに変換します。ウィンドウ、レベルで、レベルウィンドウを開いてみましょう。ワールドパーティションが有効なとき、この機能は無効と表示され、使用できませんね。1-2、レベルインスタンス。サブレベル方式のレベルストリーミングで使用したレベル001から004を、マスターレベルにドラッグ&ドロップします。そうすると、レベルインスタンスとして配置されます。位置を調整します。レベルインスタンスは、基本レベルで作成したレベルであっても、ワールドパーティションに変換する必要がなく、ワールドパーティションマップにドラッグ&ドロップするだけで、ワールドパーティションが使用できます。レベルを更新するとアンロード済みになり、ビューポート上で非表示になるので領域を指定します。ウィンドウ、ワールドパーティションで、ワールドパーティションエディタを開きます。マウスで領域を指定して、右クリック、選択から領域をロードを選択します。ビューポート上でレベルインスタンスが表示されましたね。ワールドパーティションのセルストリーミングを使用してみましょう。ウィンドウ、ワールドセッティング、ワールドパーティション設定、ランタイム設定で、セルストリーミングの範囲を小さくします。セルのサイズを1600にします。グリッドプレビューを表示を有効にします。ロードする範囲を1000にします。起動してみましょう。ワールドパーティションのセルストリーミングが機能してますね。データレイヤーの作成。ウィンドウ、ワールドパーティション。データレイヤーアウトライナーを選択し、データレイヤーアウトライナーを開きます。データレイヤーアウトライナーは、既存のデータレイヤーインスタンスをすべて表示し、新しいデータレイヤーセットと、データレイヤーインスタンスを作成するために使用します。データレイヤーアウトライナー内を右クリックすると、メニューが開きます。アクタがあるデータレイヤーを新規作成と、プライベートデータレイヤーを新規作成の2種類のデータレイヤーを作成できます。プライベートデータレイヤーは、他のワールドで使用できないエディタ専用のデータレイヤーです。これは、エディタを開いた時に、すべてをすぐにロードしたくない場合や、全くロードしたくないものがある場合に使います。アクタがあるデータレイヤーは、アクタがあるデータレイヤーです。今回は、アクタがあるデータレイヤーを使用します。
データレイヤーは、データレイヤーセットと、データレイヤーインスタンスの2種類のアセットに分かれています。データレイヤーセットとデータレイヤーインスタンスを使用すると、エディタ内でレイヤーを動的にロード、アンロードできます。2-1、データレイヤーセット。データレイヤーセットは、プロジェクトに存在し、ワールド間で使用できるアセットです。プロジェクトでデータレイヤーシステムを使用するには、まずデータレイヤーセットを作成します。右クリック、ワールド、データレイヤーを選択して、データレイヤーセットを作成します。名前を DL レベル001にします。ファイルを開きます。データレイヤーセットは、エディタータイプとランタイムタイプがあります。エディタータイプは、プロジェクト内でのアクター管理に使用します。メモリからロード、アンロードでき、データレイヤーアウトライナーで可視性を切り替えることができます。ランタイムタイプは、プロジェクト内でのアクター管理だけでなく、実行時にも使用でき、ブループリントまたは C++ で操作できます。ゲーム内で、アセットをロード、アンロードができます。今回は、ランタイムタイプにします。保存して閉じます。2-2、データレイヤーインスタンス。データレイヤーインスタンスは、ワールド固有です。データレイヤーインスタンスに、データレイヤーセットを設定して使用します。データレイヤーアウトライナー内を右クリック。アクタがあるデータレイヤーを新規作成を選択。作成したデータレイヤーセット DL レベル001を指定します。または、データレイヤーセット。データレイヤーアウトライナーにドラッグ&ドロップすることで、データレイヤーセットが割り当てられた状態のデータレイヤーインスタンスを新しく作成することができます。データレイヤーインスタンスを使用することで、データレイヤーセットは複数のワールドで使うことができ、同じアセットを参照しながらも異なるインスタンスプロパティを指定できます。2-3、アクタの割り当て。レベル上のアクタをデータレイヤーに割り当てます。レベルインスタンスはデータレイヤーをサポートしており、アクタと同じようにデータレイヤーに割り当てることができます。ビューポートまたはアウトライナーでアクタを選択します。追加先のデータレイヤーインスタンスを右クリック。選択データレイヤーに選択したアクタを追加を選択して、データレイヤーにアクタを割り当てます。または、アクタの詳細パネルに、データレイヤーセットを設定して割り当てることもできます。ビューポートまたはアウトライナーでアクタを選択します。詳細パネル。データレイヤー。データレイヤーセッツにエレメントを追加します。割り当てるデータレイヤーセットをセットして、データレイヤーにアクタを割り当てます。データレイヤーアウトライナーで、データレイヤーに割り当てられているアクタを確認するには、歯車アイコン、アクタを非表示を無効にします。データレイヤーインスタンスを展開すると、割り当てられているアクタを確認することができます。ワールド内からデータレイヤーに割り当てたアクタを削除すると、割り当てたデータレイヤーからも削除されます。もう一度、同じアクタをワールド内に配置しても、データレイヤーに反映されることはありません。データレイヤーインスタンスをダブルクリックすると、表示が緑色になり、カレントになります。この状態で、アクタをワールド内に配置すると、カレントになっているデータレイヤーインスタンスに割り当てられます。カレント機能を使うと、データレイヤーで整理をしながら、アクタをレベルに配置することができます。もう一度、データレイヤーインスタンスをダブルクリックすると、カレント状態が解除されます。2-4、データレイヤーインスタンスのプロパティ。データレイヤーインスタンスを選択します。データレイヤーインスタンスのプロパティ、エディタセクションの IS イニシャリーリジブル、初期表示と IS イニシャリーローディド、初期ロードは、エディタでレベルを開いた時の初期状態です。現在、両方とも有効になっています。レベルを開き直すと、該当アクタは表示されます。両方とも無効にします。レベルを開き直すと、該当アクタは非表示、かつ、アンロードで立ち上がります。ビジブル側だけ有効にしても、ロードされていないので表示されません。逆にローディド側だけを有効にしても、メモリにロードされるだけなので表示されません。必要に応じて、有効無効を切り替えて使用します。データレイヤーインスタンスを選択します。データレイヤーインスタンスのプロパティ、ランタイムセクションのイニシャルランタイムステートはゲーム起動時の初期状態です。アンローディド、ローディド、ア
アクティベイティドを設定できます。アンローディドに設定してみます。アンローディドはアンロード状態です。起動してみましょう。データレイヤーアウトライナーにはアンローディドと表示され、アウトライナーにアクタはありません。ローディドに設定してみます。ローディドはメモリにロードされていますが、非表示状態です。起動してみましょう。データレイヤーアウトライナーにはローディドと表示され、アウトライナーにアクタはありません。アクティベイティドに設定してみます。アクティベイティドはロード済み、かつ表示状態です。起動してみましょう。データレイヤーアウトライナーにはアクティベイティドと表示され、アウトライナーにアクタはあります。3、データレイヤーを使ってレベルストリーミング。サブレベル方式と同じようなレベルストリーミングをデータレイヤーを使ってやってみます。現在のストリーミングを確認します。起動してみましょう。ワールドパーティションのセルストリーミング機能が働いているので、キャラクターが移動すると配置したアクターがパラパラと表示されます。今回はロード範囲を狭くしているという都合もありますが、まとまった単位、今回は配置したレベルインスタンス単位でストリーミングをして、サブレベル方式と同じようなレベルストリーミングをしてみようと思います。3-1、データレイヤーの作成。レベルインスタンスを格納するデータレイヤーセットを作成します。DL レベル001を複製して、DL レベル002、DL レベル003、DL レベル004を作成します。データレイヤーアウトライナーにデータレイヤーセット、ドラッグ&ドロップします。各レベルインスタンスを各データレイヤーに割り当てます。データレイヤーインスタンスのプロパティ、ランタイム、イニシャルランタイムステートを設定します。DL レベル001を選択します。イニシャルランタイムステートをアクティベイティドにします。DL レベル002を選択します。今回は、レベル002のレベルインスタンスだけレベルストリーミングします。イニシャルランタイムステートをアンローディドにします。DL レベル003を選択します。イニシャルランタイムステートをアクティベイティドにします。DL レベル004を選択します。イニシャルランタイムステートをアクティベイティドにします。3-2、レベルストリーミング用ブルプリントアクタの作成。ブループリントを使って、ランタイムステートを変更します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BT ランタイムステートにします。ファイルを開きます。コリジョンにオーバーラップするとランタイムステートが変更するようにします。コンポーネントパネルのプラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をボックスコリジョンにします。デフォルトシーンルートにドロップします。詳細パネル、形状、ボックスエクステンドを 100.0、100.0、100.0 にします。レベルに配置した時に分かりやすいように、線の太さを 10.0 にします。ハイデンインゲームを無効にします。レベルに配置した時に分かりやすいように、色をつけます。ボックスコリジョンを選択します。コンポーネントパネルのプラス追加より、キューブを追加します。名前をシェードボリュームにします。詳細パネル、スケールを 2.0、2.0、2.0 にします。マテリアルを適当にセットします。コリジョンをノーコリジョンにします。ビギンオーバーラップ側を作成します。ボックスコリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。イベントグラフに、オンコンポーネントビギンオーバーラップノードが追加されます。プレイヤー判定を実装します。アサーアクターより、イコールノードを配置します。ゲットプレイヤーコーンノードを配置します。イコールノードにつなぎます。イコールノードより、ブランチノードを配置します。オンコンポーネントビギンオーバーラップノードにつなぎます。オーバーラップすると、ランタイムステートをアクティベイティドにします。ゲットデータレイヤーマネージャーノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。ゲットデータレイヤーマネージャーノードのリターンバリューより、セットデータレイヤーランタイムステートノードを配置します。インデータレイヤーセットに DL レベル002をセットします。インデータレイヤーセットを右クリックして、変数へ昇格します。インステートをアクティベイティドにします。インイズリカーシブは、配下のデータレイヤーにも適用するかどうかです。今回は無効にします。エンドオーバーラップ
側も作成します。ボックスコリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントエンドオーバーラップノードを追加します。プレイヤー判定を実装します。コピーして貼り付けます。実行ピンとアザーアクターにつなぎます。エンドオーバーラップすると、ランタイムステートをアンローディドにします。データレイヤーの有効化をコピーして貼り付けます。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。インステートをアンローディドにします。コンパイルして保存します。BT ランタイムステートを配置します。レベル002のレベルインスタンスを覆います。起動してみましょう。BT ランタイムステート内に入ると、DL レベル002がアクティベイティドになり、レベル002のレベルインスタンスが表示されましたね。BT ランタイムステートから出ると、DL レベル002がアンローディドになり、レベル002のレベルインスタンスが非表示になりましたね。ただ、ワールドパーティションのセルストリーミングが機能しているので、配置したアクターがパラパラと表示、または非表示になります。3-3、イズスペーシャリーローディド、セルストリーミングの影響を受けないようにします。レベル002のレベルインスタンスを選択します。詳細パネル、ワールドパーティション、イズスペーシャリーローディドを無効にします。有効の場合、ワールドパーティションのストリーミングソースの範囲内にあるかどうかで、ロード、アンロードされます。無効の場合、ワールドパーティションのストリーミングソースの影響を受けなくなります。データレイヤーがセットされていないときは、常にロードされますが、データレイヤーがセットしているときは、データレイヤーのランタイム設定に従います。起動してみましょう。配置したアクターがパラパラと表示されなくなりましたね。サブレベル方式と同じようなレベルストリーミングができましたね。設定ファイル。異なるストリーミングを同時に使うことができるので、レベルデザインや演出の幅が広がりますね。データレイヤーを使用するメリットは、データの整理と管理、レイヤーごとにデータを分けることで、大規模なプロジェクトでも管理が簡単に行えます。パフォーマンス向上。必要な部分だけをロード、表示できるため、メモリ使用量やロード時間を削減できます。チーム作業の効率化、データレイヤーを活用することで、異なるレイヤーを各担当者が個別に編集でき、衝突を防ぎます。動的なコンテンツ切り替え、条件に応じて異なるレイヤーを動的に有効化できるため、ゲームプレイの進行状況に応じて簡単にコンテンツを切り替えることができます。デバッグが容易。特定のレイヤーだけを確認できるため、問題の特定や修正が容易です。再利用性の向上。モジュール化されたデータは、他のプロジェクトやレベルで再利用がしやすくなります。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。